お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍の先駆的な戦略偵察機にして、高高度戦闘用にも改良された軍用機、百式司令部偵察機、通称新指定を解説する。航空機の解説は久方ぶりだな。もう昔のことで、ご存知でないご視聴者も多くいらっしゃると拝察するが、当チャンネルでは、大日本帝国陸軍の戦闘機、爆撃機などの航空機シリーズもやっておりますので、ご興味のある方はどうぞ。戦前の航空機に関して、あえて海軍じゃなくて陸軍の航空機を取り上げたシリーズな。戦前の航空機では、海軍が花形の印象がありますが、陸軍も結構頑張って中には優秀な航空機の開発にこぎつけたりしていたらしい。ただし打作もあるけど、という風文を聞いて、陸上戦闘を担う陸軍が開発した航空機なるものに関心を抱いたのが始まりです。大東亜戦闘機たるハヤテ、帝国陸軍の誇る重武装高速爆撃機ドンユーなど、大日本帝国陸軍の航空機シリーズの再生リストの URL を概要欄に貼っておきますので、ご覧をいただければ後人の至りです。というわけで、百式司令部偵察機の解説を始めるよ。百式司令部偵察機は、大日本帝国陸軍、長いので本解説では帝国陸軍と呼称するが、帝国陸軍の主力戦略偵察機として活躍した軍用機だ。百式司令部偵察機の前身は、97式司令部偵察機だ。97式司令部偵察機は、事実上世界初の戦略偵察機として開発された画期的な軍用機だった。さっきから何度か言及しているけど、戦略偵察機って何？戦略偵察機を説明するにあたっては、まず、偵察機の話から始める必要がある。偵察機はなんとなくイメージあるな。もともと軍用機は、偵察任務を主要な任務として黎明期は発達をしてきた経緯もあり、偵察機は、華やかな活躍をする戦闘機や爆撃機などと比較して、目立たない側面はあるものの、その歴史は非常に古い。第一次世界大戦においては、非武装の偵察機が往来する戦場から様相が変わっていき、偵察機はやがて武装をして戦闘機となり、あるいは敵地に爆弾を投下して爆撃機となるなど、事実上、偵察機から戦闘機や爆撃機という軍用機が発達していったという指摘もある。そして、第一次世界大戦終結後、この偵察機という用途の軍用機に、世界でも有数なレベルで関心を寄せていたのが、帝国陸軍だ。海軍の飛行艇といい、ニッチなところに目をつけるね。ここで戦略偵察機という軍用機に触れることになる。帝国陸軍は、従来的な偵察機に代わり、新たなコンセプトによる、従来にはない偵察機の開発に着手した。従来にはない偵察機って、どんなコンセプトだったの？従来の偵察機は、近接した敵部隊を偵察する、近距離仕様のものだったが、帝国陸軍はこれを発展させ、より航続距離の長い、高速で航行できる偵察機を開発し、近接した敵部隊だけでなく、より後方に展開する部隊や施設など、従来よりも敵国の奥地を偵察することが可能となった。これがいわゆる戦略偵察機であり、帝国陸軍は、この戦略偵察を遂行する軍用機を、司令部偵察機と称した。なお、この戦略偵察機というコンセプトを陸軍上層部に働きかけ、実現にこぎつけるのに大きな役割を果たしたのが、陸軍航空技術研究所に所属するパイロットだった、藤田雄三だ。ちなみに同氏は、最終階級は陸軍中佐で、当初は砲兵科に所属していたが、航空兵科に転属後、主に大陸戦線を転戦したベテランパイロットだ。世界で実質的に初めて戦略偵察機を開発し、97式司令部偵察機を戦場に投入した帝国陸軍は、ノモンハン事件などで戦略偵察の有用性を実証したので、97式司令部偵察機の機能を強化し、より強力に戦略偵察の任務を遂行できる、司令部偵察機の開発に動くことになる。その結果誕生したのが、本動画の主役である、百式司令部偵察機だ。やっと本題にたどり着いたな。このチャンネルの航空機シリーズは、本題にたどり着くまでが毎度長い。百式司令部偵察機は、97式司令部偵察機の後継機として開発がスタートし、帝国陸軍としてはより戦略偵察の機能を強化すべく、ある性能の強化を、
発注先の三菱にリクエストした。ある性能ってどんな性能？航続能力と速度だ。他の性能を多少犠牲にしてでも、主に航続能力と速度を上げてくれというのが、帝国陸軍の要求だった。すなわち、より奥地の敵軍を偵察することができ、かつ、迎撃に出てきた敵軍の戦闘機を振り切ることができるような戦略偵察機を欲していたんだ。よっぽど戦略偵察機に味を占めたんだな。戦略偵察を遂行させる観点からの要求は苛烈だが、それ以外の性能について、帝国陸軍は珍しく細かい要求を出さなかったので、開発を受注した三菱は、比較的柔軟に設計をすることができた。まず三菱が検討したのが、双発にするのか単発にするのかだった。97式司令部偵察機は単発だな。帝国陸軍の要求である航続能力や、片方のエンジンが被弾した際の対応性を考慮し、三菱としては双発が最適だろうと判断をした。さらに、97式司令部偵察機では固定式だった足も、100式司令部偵察機では完全引き込み式にして、空気抵抗の軽減を図った。また、三菱は、空冷星型エンジンを搭載することに伴い、エンジンのナセルを工夫することで空気抵抗を軽減するよう努力し、東京帝国大学の航空研究所にも協力を仰ぎ、新型のナセルを開発して空気抵抗の軽減に成功する。エンジンのナセルって言うけど、ナセルってなん？ナセルっていうのは、飛行機のエンジンや燃料を保持する目的で、飛行機の機体から分離して設けられた筐体だ。ああ、これか。空気力学に基づく設計が必要な代物なので、三菱は東京帝国大学の助力も得て新型を開発したんだ。そして、三菱の努力が実を結び、100式司令部偵察機は正式採用されるに至った。100式司令部偵察機は、第二次世界大戦において、帝国陸軍の展開する各戦線に幅広く投入され、帝国陸軍の思惑通り、航空部隊の作戦に重要な貢献を果たし続け、戦略偵察機として申し分のない働きを見せた。しかしながら、第二次世界大戦も終盤になると、100式司令部偵察機で偵察情報を収集しても、当該偵察情報を活かして攻撃を加える爆撃機や戦闘機が不足するようになり、100式司令部偵察機としても十二分に機能できたとは言い難い状況になってしまった。偵察しても、後続する攻撃部隊がいないとな。100式司令部偵察機は、正式採用後も引き続き改良が重ねられた。どんな改良が加えられたの？特に、連合軍の戦闘機の性能が向上するに従い、迎撃によって100式司令部偵察機の損害も増えてきたため、ナセルを再度設計し直すとともに、天外や風防の凹凸を機種の先端まで平坦にした、いわゆる弾なし型にするなどして、空気抵抗をさらに軽減した。100式司令部偵察機は幾度も改良が重ねられ、大日本帝国陸海軍の中で最速とも称された速度を誇るようになり、また、高高度における性能も陸海軍の他の戦闘機や爆撃機に引けを取らなかった。そのため、敵軍の高高度爆撃機と交戦することを目的とした、高高度戦闘機として運用すべく、100式司令部偵察機は、改造のベースになったそうだ。さて、以上の通り、100式司令部偵察機の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報号チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍が訓練中の雪山で世界最大級の山岳遭難事故を起こした歴史的事件、八甲田山雪中行軍遭難事件を解説した動画です。映画にもなった悲惨かつ大規模な遭難事件だな。雪山で遭難という極限下の状況で、部隊を指揮するリーダーの能力と決断力がいかに重要か、貴重な示唆を与えてくれる事件でもある。また、豪雪地帯に駐屯する部隊が豪雪に遭難した理由や、部隊が取った選択が最悪の結果を招く過程を、少し生々しいかもしれないが解説をしております。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。